Toyo Language School presents 日本語を学ぶ留学生の Now Study in Japan Radio Station。 それでは東洋ランゲージスクールプレゼンツ日本語を学ぶ留学生の Now Study in Japan Radio Station。 本日の留学生を東洋言語学院の石川が紹介します。本日の学生はインドネシア出身のアディさんです。 Halo, nama saya Adi, saya dari Indonesia. ありがとうございます。アディさんこんにちは。なんかすごい緊張してるけど大丈夫？笑顔がねいつものアディさんよりちょっと硬くなってるね。でもアディさんはすごくねいろいろなことにチャレンジしている人で、今ダブルスクール大学にも行っているのかな。はい、先生。TLS で日本語を勉強しながら大学で MBA も勉強してるんだ。はい。すごいですよね。どんな場所なの？英語のコース？はい、英語のコースで勉強しています。でも周りは半分が日本人、半分は留学生です。あ、そうなんだ。どんな国の人がいるの？アメリカ人、イギリス人、フランス人、ベトナム人、タイランド人、中国人もいる。おお、すごい。じゃあすごく国際的な環境で今勉強してるんだね。はい。大学のその MBA のコースで日本人の学生と話すこともあるの？大学院でずっと英語を使うから。あ、そっか。そうです。そっか。その大学院のコースは英語のコースだから日本人も英語で話すんだ。日本人も英語で話せる。なるほどね。じゃあそこは英語で話しながら日本語は平日に TLS で勉強しますだね。はい、先生。オッケーありがとうございます。MBA を日本で取ってから何がしたいの？私は日本来る前に日系の会社で働いていました。あ、そっか、はい。じゃあ日系の会社で働いてから日本に来て日本で MBA を取って今度日本でビジネスをしたい。はい、そうです。じゃあ今はビジネスのアイデアを考えてるところなのね。はい、そうです。なるほど。そんないろんなことをチャレンジしてくれているインドネシアのアディさんと今日は話をしていきたいと思うんですけど、アディさんインドネシアのジャカルタはい出身？はい、ジャカルタです。ジャカルタもさ、なんか私すごく暑いイメージがあるんだけど、ジャカルタの夏と日本の夏、東京の夏、どっちが暑いの？最近の日本はインドネシアより暑いと思います。日本の夏はすごいびっくりしました。あ、そうなんだ。そうです。ジャカルタよりも暑い？ジャカルタは暑いけど日本はもっと暑い。あ、そうなんだね。これ日本人の皆さんどうですか？イメージないんじゃない？インドネシアの方のが暑そうなイメージありますよね。じゃあ冬はどうですか？日本の冬は寒かったですけれど、大丈夫でした。じゃあ夏の方が大変だったね。そうです。そうなんだね。日本に来てから2年くらい経ったと思うんですよ。じゃあ好きな季節って何ですか？一番好きで、一番好きは春です。どうして？春は桜が綺麗でした。桜見に行ったの？どこかに？東京でいっぱいの場所がありましたね。そうだよね。例えば井の頭公園、はい。上野公園、いっぱいありました。そっか。井の頭公園とか上野公園とかいろんなところに桜見に行ったんだ。そっか。アディさんこれからも日本で活躍してってくれると思いますから、ぜひちょっと桜の季節たくさん楽しんでほしいなと思います。じゃあちょっとね、言葉の話をこのラジオでは結構してるんだけど、インドネシアってたくさんの言葉がさ一つの国の中にあるんだよね。何個くらいあるのかな？600ぐらいがインドネシアの中にあります。600個も言語があるの？そうです。すごいね。ちょっと日本人から考えると600個一つの国の中に言葉があるのって想像がつかないんだけど、全部わかります？いえ、私は2つだけ。さすがに600は無理だよね。2つだけ？何語がわかるの？私インドネシア語とスンダ語がわかります。でも、スンダ語が話せませんけど、少しわかります。なるほどね。インドネシア語とスンダ語が分かって、スンダ語は聞くと分かるっていう感じかな。インドネシアの中で600あるんだけど、みんなが話せる言語っていうのはインドネシア語？はい、そうです。
しかもアディさんはそのインドネシア語とスンダ語にプラスして今 MBA やってるから英語ができます。でも私は、前はうんスイスで住んでいたから、フランス語で少しそうなんだできま。す。そうです。スイスに住んでいた経験もあるんだね。はい。すごいいろんな本当に経験豊富ですねアディさん。いえ何個？日本語、英語、フランス語、インドネシア語、スンダ語。はい。 5個だ。すごいすごい。で大体いろんな言語がわかりますね。あとさ、アディさんイスラムの人ですけどアラビア語はどうですか？アラビア語はコーランのアラビア語は読めます。でも普通のアラビア語はわかりません。ああ、なるほどね。コーランに書いてあるアラビア語を読むことはできるけど、じゃあアラビア語が話してる人がいた時に聞いてもちょっとわかんない。ちょっとわからない。わかりません。そうなんだ。サウジアラビア行った時に英語を使うからあ、そうか。いつも英語を使うからなるほどね。サウジアラビアに行った時もアラビア語じゃなくて英語で話してるんね。はい先生なるほど。じゃあ今日はそんなね言語に詳しいアディさんに言葉のことを聞いていきたいんですけど、日本人がインドネシア語をもし勉強したいって思った時、どうかな？難しい？多分あんまり難しくない？本当？うん本当？どうして？インドネシア語と英語の文法と似ています。あ、そうなんだ。はいインドネシア語の文法と英語の文法は似ているん。はい先生。じゃあ英語を勉強したことがあれば、インドネシア語の文法は多分大丈夫。多分大丈夫。はい。お、それはちょっと希望が見えてきましたぞ。アディさんがね逆に日本語を勉強するときなんか難しいことってありましたか？文法があんまり難しくないけど、漢字が本当にとっても難しい。そうだよね。そうだよね。いや私は多分ねコーランを見てもアラビア語全然読めないの。本当に読めない。でもそういう感覚を多分アディさん漢字に対して思うよね。この言葉なんだろうってどうやって書くのどうやって読むのって分かんなくなっちゃうね。はい。なるほど。今はどうですか漢字勉強して。今はまあまあ。まあまあそうはい。まあまあできるようになりました。今大丈夫です。今大丈夫です。大丈夫です。お、さすが。もう言語をたくさん勉強してきたアディさんですからね。漢字もきっとコンプリートできるんじゃないかなと思います。じゃあ私がもしインドネシアに行った時に役に立つインドネシア語ちょっと一個教えてほしいんだけど。Tolong jangan pedas。お、トロンジャガンガラス。難しいですか先生。難しいよ。これ何日本語に訳すと何て言ってるの？辛くしないでください。お、辛くしないでください。インドネシアの食べ物は多分日本人に時々辛いですから。あ、そうなんだ。そうです。辛いものが多いのね。そう。じゃあこれをインドネシアに行ってレストランで茹でたら、私にも食べられる料理が届きますね。はい。OK。絶対覚えなければいけません。じゃあごめん、もうちょっとゆっくりお願いします。Tolong jangan pedas。トロンジャガンポダス。本当？ OK、今もう一回アディさんがグーってやってくれました。もう一回いきますよ。トロンジャガンポダス。OK です。OK、本当？お OK です。これは結構早いクリアなんじゃないですか？ありがとうございます。じゃあさ、でもアディさん、私こんなこと言ったけど実はね辛いもの結構好きなんですよ。そうですか。そう、じゃあもっと辛くしてください、だとどうなる？pedas OK。急に簡単になった。簡単ですよ先生。アップダンス OK。アップダンス OK。アップダンスが辛い。辛い。辛い OK です。アップダンス OK。pedas OK。プラス OK。そうです。OK、ありがとうございます。じゃあもし皆さんがインドネシアに旅行に行って辛いものが大好きな人はレストランでアップダンス OK。で辛いのが苦手な人はトロンジャガンポダスポダス。はい、こんな風に言ってみてください。ありがとうございます。じゃあアディさん点数をつけてほしいんですけど、今日の私のインドネシア語0点から100点まで何点ですか90点。本当？やったやった。
これはかなりこれまでの中でも高得点なんじゃないですか。ありがとうございます。はいじゃあ、私もジャカルタに行って、辛いもの辛くないものたくさん食べたいなと思います。それでは、東洋言語学院がお送りする東洋ランゲージスクールプレゼンツ日本語を学ぶ留学生の Now Study in Japan Radio Station。インドネシアのアディさんの好きな歌を紹介してもらいたいんですけど、今日どんな曲を紹介してくれますか？インドネシアのジャズシンガーのアンディンです。アンディさん、こはいの人はどんな人なんですか？アンディンさんはインドネシアの日本の交流の仕事をしていますから、ああ、そうなんだ。はい、日本語の歌も歌っています。じゃあ今日紹介してくれる曲は日本語で歌われてる曲？うん、そうなんだ。インドネシアのジャズシンガーのアンディンさんの日本語で歌っている曲っていうことですね。はい。じゃあ曲紹介をお願いします。私の好きなインドネシアの曲はアンディのこのような美しさです。どうぞ。Toyo Language School presents 日本語を学ぶ留学生の Now Study in Japan Radio Station。 ここからは東洋言語学院の田中が石川に代わって放送をお送りします。ここからのコーナーはこれ、学生たちに聞いてみた。学生たちに聞いてみたと題して、留学生の皆さんが日本に来て、そして東洋言語学院で勉強してみてびっくりしたことを聞いていきたいと思います。さあ、アディさん、引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。それではですね、早速なんですけれども、日本に来てびっくりしたエピソード、アディさんのお話を教えてほしいんだけど、どんなことがありましたか？日本人はとにかく親切です。例えば道に迷っている時、日本人に道を聞きます。地図を見て説明をしてだけだ思っていたら一緒にそこまで行きますよ。インドネシアでは絶対行かない。あ、そうなの？そうです。ヨーロッパに住んでいたこともあるけど、ヨーロッパでもしないと思いますよ。そっか、スイスに住んでたってさっき言ってましたもんね。なんかこう日本人は口でね説明をしてあげるんだけど、ちょっと道がわからない、いっぱい曲がりますとか、なんか信号がいっぱいありますとかだと、もしかしたらまた迷っちゃうかもしれないって思うから、じゃあ一緒に行きますよって言って道案内をすることがあるんだけど、でもそのさ、せっかく日本人が親切に道案内をしてくれたんだけど、逆に困ったこともあったんだよね。そうなんです。日本人の話す日本語がインドネシアで教わった日本語と全然違って聞こえた。インドネシアで日本語を勉強していた時は、インドネシア人が教えてくれていたから、発音イントネーションが違いました。そっかそっか。日本人が話す日本語が最初は理解するのが大変でした。イントネーションがたくさんあるから。そう、イントネーションがたくさんあると、感じています。使ってみないとわからない。そうだよね。やっぱりこの一つの単語でも聞こえてくる音が、リズムとかも違うと、あれ今日本人は何を教えてくれたんだろうってちょっと理解をするのが大変だったかな。そうです。実際にやっぱり使ってみないとね、わかんないよね。授業ではどうだった？ N5 から、初めて N1 クラスまで、びっくりした時、マジで、日本人の友達会話と、たくさんして覚えました。なるほどね。そっか、アディさん、最初に日本に来た時は、本当に初級のビギナークラス、N5 から始めて、今もう一番上の N1 クラスで勉強してる。マジでとかあれ教科書に載ってないような日本語も使っていくんだね。他に何か聞きました？高い。何か値段が高かった時に。そうです。はい。教科書だと多分、これは高いですねっていうセンテンスだけど、実際の日本人は高面白い。確かに教科書に載ってなかったり、アディさんが多分インドネシアでは教わってこなかった新しい言葉が日本での生活にはたくさん溢れてますね。そうです。もう耳で聞いて、
解決していくしかないって感じかな。日本人の友達から聞いた日本語は、日本人の友達から聞いた日本語は、授業には直接関係ないけれど、教室で先生に質問してもとても熱心に答えてくれる、生きた日本語を勉強しているって感じが TLS ではします。これは初めて聞いたな。どういう意味かなっていうのも TLS の先生は答えてくれる。はい。いいね。教室の中だけじゃなくって本当に生活をしている教室の外も日本語の勉強につながってるってことですね。でも実は私もアディさんが日本語に対してそういうふうに感じたみたいにインドネシア語で似たようなことを感じたことがあるんですよ。私インドネシアから日本に留学したいですっていう人たちと、お話しする機会をもらってお話しすることがあるんですね。で私はインドネシア語は全然わかりません。本当ですか？本当600もね、言葉があるインドネシアでね言葉があるって言ってたけど、その共通のインドネシア語もわかんないから通訳の方がね手伝ってくれるんですよ。でもその中で私すごく覚えてるのがキラキラっていう言葉。はいはいはい、全然。キラキラってさ、なんか日本語のニュアンスだと、なんかスパークリングとかそうです。シャイニングっていう感じ。キラキラ。宝石とか星が輝いてます、キラキラっていう感じなんだけど、インドネシアの意味なんだっけ？インドネシアではキラキラは多分大体っていう意味。そうです。そう、同じ音でも意味が全然違う単語ってたくさんありますよね。そうなんです。他にも同じ音で意味が違うのは嫌。嫌、インドネシア語の嫌っていうのはどういう意味ですか？嫌ははい。はい。日本語で嫌はノーですね。ノー、そうなんですよね。意味が全く逆。そう。日本に来た時どうですか？日本に来たばっかりの頃、嫌と答えてしまって会話が成り立たなかったことがありました。そうだよね。だってアディさんが嫌って言ったらイエスの意味だけど、日本人がアディさんが嫌っていうの聞いたらノーだと思うからね、それは会話が成り立たないよね。そうですね、全然。結構大変だったね、最初は。じゃあこう意味が全然逆ですからついつい嫌って言っちゃいそうですもんね。そうです。日本に来たら、住所のところをするという壁がありました。日本は約束手続きが本当に大変、種類がたくさんあります。その時つい嫌と答えしまって。そうだ、思い出しました。アディさん初めて日本に来ましたの、その住所をね登録しますの時に、私がちょうどサポート、住所登録のサポートに入ったんだけど、なんでアディさんは何か私が説明をすると嫌って言うんだろうって思って困ってました。それが嫌は本当ははいの意味でアディさんは使ってたんですね。そうです。漢字もね、その時はまだ日本に来たばっかりでしたから。まだ漢字も書きませんでした。日本の手続きはアナログで種類が多い。ハンコの概念が理解できなかった。ハンコはいろんなところで使うので、お店でオーダーをして作りました。作った。はい。銀行口座の開設の時もハンコ。日本人は何でもハンコをリクエストする。インドネシアでは種類はそこまでないし、ハンコもない、署名です。シグニチャーだけするんですね。そうそう、留学生にとってやっぱりハンコ印鑑って新しい経験ですよね。アディさんもお店でオーダーして作ったって言ってますけれども、やっぱりこう書類、日本の書類はたくさんハンコを押さなければいけないですからちょっと初めての時は戸惑うかもしれないですけれども、TLS ではねそこも安心してもらえるように住所登録とか、さっきアディさんが言ってた銀行の
新しくね講座を作る時も書類の書き方からトータルサポートですから、ぜひ安心してほしいなと思います。はい。もう慣れました？ハンコは。おかげで今はすっかり慣れました。よかったです。アディさん、興味深い話をたくさんありがとうございました。ありがとうございました。私はここまで。石川さん、お返しします。ではアディさん、そろそろお別れの時間です。さっきはアンディさんの日本語の歌を聞いたんですけど、すごく綺麗な歌でしたね。そうですね。で次は日本語の歌を紹介してほしいんだけど、どんな曲を紹介してくれますか？ NHK のドラマで流れて祝ってと思ってヒロさんの曲です。日本語の練習をして毎朝授業の前はドラマを見ていました。あ、そうなんだ。あれ短いドラマだからリスニングの勉強にもすごくいいですよね。そうです。じゃあその曲を紹介してください。私の好きな日本の曲は畑本博さんの泣き笑のエピソードです。じゃあ一緒に聴きましょう。Sampai jumpa。東洋 Language School presents 日本語を学ぶ留学生の Now Study in Japan Radio Station